あのさ、チャット GPT プロ契約してるんだったら、なんか難しい問題解かせてみない？そうだな。GPT-5 公開当日に API でやらせた問題をまた投げてみるか。なんだっけこれ。国際数学オリンピック2025の最終問題。やばそう。とりあえず問題文を読んでおく。2025×2025 マスの盤面がある。この図は 9×9 マスだがこれで勘弁してほしい。いいよ。ここに長方形のタイルを置く。サイズは整数×整数マスなら自由で、タイルの各辺が盤面の線に沿うように、かつタイル同士が重ならないように置く。まあ普通に置けってことだね。目標は、盤面の各行、各列をちょうど1マス残して覆うこと。このためには最小で何枚のタイルが必要か？目標が変わってるよね。そうだな。どこは何するか、の時点で結構自由だし、これが最小、って証明するのはかなり難しそう。さすがにこれを簡単そうだと思う人はいないだろうな。本番でこれを解いた人はいるの？いるが、満点を取ったのは630人中6人で、7点中2点以上取ったのが16人。参加したのは普通の人じゃないんだよね。各国の代表選手だな。補足すると、4時間半で3問解くのを2日やるという形式。1問あたり1時間半で、まあ短くはないね。あと、非公式だが難易度表というものがあり、この問題は歴代最難の一角とされている。3強の一つか。ちなみに前やった、ハンター対ウサギは？これ。上から3番目のランクか。それが一番難しいんじゃなかったっけ？平均点は今でもそれが最低だが、同じセットの別の問題が時間泥棒だったりして、単独での難易度はさほどでもないと評価されている。なるほど。まあ数折のボスの中ではさほどでもないってだけだよね。その通り。チャット GPT-5 プロが13分かけて回答を書いてくれたぜ。なんて言ってるの？一言でまとめると。これが最小だと言っている。それって最小なの？いや、さっきの配置の方が1枚少ない。ダメじゃん。そっちも最小って感じじゃないし、全然ダメそうだね。この枚数は自明な上階ってやつだな。なんでこれが最小だと思ったんだろ。最小性の証明を読むと、タイルで覆われていないマスで盤面を左右に分けると、どのタイルも完全に右側または完全に左側にある、としている。それって完全に間違ってない？もちろん縦に2マス以上のタイルは左右にまたがることがある。空きマスが全部斜めに並ぶ時だけ考えちゃったのかな。そこから間違って一般化したって印象だな。で、本当の答えはいくつなの？じゃあ発表するぞ。考えたければここで一時停止を。では、9×9 の場合の最適解を示す。この9マスを残して、中央付近を 3×3 の正方形で埋める。端の方にもこのパターンを広げて埋め切る。これはうまいね。この模様、なんか見たことある気がするけど。現実世界のタイルの配置として存在する。ああ、よくある感じの床だね。ちなみにこれはこの問題が出た会場の最寄り空港。変な形でヒントがあったのか。さて、盤面が N×N マスの時、目標達成にはタイルが N+2 ルート N-3 枚以上いることをこれから示す。で、これは N+2 ルート N-3 枚なの？ああ、N が平方数の時はこの配置でその枚数を達成できる。2025は、45の2乗か。というわけで答えは2112枚でした。AI は4048とか言ってたけど、正解の2倍くらいだったね。じゃあ、この枚数以上必要なことを示す。そんなの証明できるの？まず、エルデシュ・セケレシュの定理というものを示す。何それ？こんな風に、1から N までの数を並べ替えたものを、1から N までの順列などと呼び、この一部の要素を順番を変えずに抜き出したものを、部分列と呼ぶ。で、右上がりの部分列のうち一番長いのが最長増加部分列だね。長いのでリスと呼ぶ。最長減少部分列も同様で、リズと呼ぶ。で、この2つの長さをかけると絶対に N 以上になるっていうの？それを証明しよう。今回はこの定理を盤面に適用するのが目的だから、順列を盤面に翻訳する。ああ、各行各列が1マス空くのを順列だと思うのか。一応言葉で説明しておくと、順列の i 番目の要素が pi であることと、左から i 番目、下から pi 番目のマスが黒であることが対応する。さて、各黒マスに、そのマスで終わる増加部分列のうち一番長いものの長さ、と、そのマスで終わる減少部分列のうち一番長いものの長さ、をそれぞれ青と赤で書き込む。例えばこのマスだったら、ここで終わる一番長い増加部分列はこれだから青は4で、ここで終わる一番長い減少部分列はこれだから赤は2、だね。この時、青で書き込んだ数のうち一番大きいものが、リスの長さ A なのはいいか？リスはどこかで終わるはずだから、そりゃそうだね。同様に、赤で書いた数のうち一番大きいものが、リズの長さ B。さて、二つのマスに書いた青と赤の数が、両方とも一致することはない。そうなの？例えば、この二つのマスについては、右上のマスの方がそこで終わる一番長い増加部分列が長いな。あ、左下で終わる増加部分列に右上を付け足したら、
それも増加部分列になるから、右上の青の方が大きいね。だから両方一致はしない。それで、このマスとこのマスだったら、左上で終わる減少部分列に右下を付け足したら、それも減少部分列になるから、右下の赤の方が大きくて、どの2マスを見てもこのどっちかのパターンだから、両方一致する2マスはないね。さて、各マスの青い数は1以上 A 以下で、赤い数は1以上 B 以下だな。ってことは赤と青のペアは AB 通りしかなくて、N マスに全部違うペアが書かれてるってことは、A×B は N 以上か。これで定理の証明が終わった。そういえばタイルの枚数が目的のはずだけど、関係あるの？これから関係づける。さて、問題の条件を満たしたタイルの敷き詰めがあるとき、タイルに覆われていないマス、以後は黒マスと呼ぶ、を順列とみなしてリスを一つ取り、盤面の左下の角から出発して、リスのマスを順番に通って右上の角まで伸びる折れ線を引く。何やってんの？同様に、リズを一つ取り、左上の角からリズのマスを経由して右下の角まで折れ線を引く。同じマスを両方で使ってもいいのか。この2本の折れ線で盤面が4つの領域に分割される。これらを北、東、南、西と呼ぶ。随分凝ったことをするね。北にある黒マスそれぞれについて、その一つ上のマスに N と書く。は？一番上の行のマスの N は盤面からはみ出すが、問題ない。それわざとか。同様に、東の黒マスの一つ右に E、南の黒マスの一つ下に S、西の黒マスの一つ左に W と書く。境界線に乗ってるマスの周りには全部書くんだね。さて、書かれた文字の総数を C として、さっきと同じくリスの長さを A、リズの長さを B とすると、リスとリズに共通要素があれば C イコール N たす A たす B たす1で、なければ、たす1がなくなる。そうなの？これは難しくなくて、まずリスとリズに共通要素がない時を考える。ああ、当たり前のような気がしてきた。二つの領域の境界線に乗っていないマスからは文字が一つずつ、境界線に乗っているマスからは文字が二つずつ生じているな。で、境界線に乗っているマスっていうのは、リスかリズのマスのことで、A たす B マスあって、黒マスは全部で N マスだから、確かに合計 N たす A たす B 文字だね。リスとリズが共通要素を持つ場合もほぼ同じだが、共通要素からは4文字生じる。そこが3文字だったらこれも合計 N たす A たす B 文字だけど、4文字なら1文字増えて合計 N たす A たす B たす1文字になるね。文字数のカウントは異常。ところでなんで文字を数えてるの？その話の前にこの式を少しいじらせてくれ。いいよ。そうか、相乗平均の関係より、A たす B は2ルート AB 以上で、さっきの定理より AB は N 以上だから、リスとリズに共通要素がある場合、ない場合のそれぞれで、C を下から評価できる。なんか見覚えがある感じの式が出てきた。ここでついにタイルに注目すると、どのタイルも、文字を1文字以下しか含まない。そうなの？文字の書き込み方を考えるとそうなる。黒マスは1行に1つだから、N が同じタイルに2つ書かれたりはしないね。N と S が同じタイルに書かれる、とかもなくて、N と E は、書かれる方向から行って同じタイルに乗りはしないか。じゃあ大丈夫そう。では、証明を完結させよう。盤面からはみ出る文字の数が4文字以下なのはいいか？ N、E、S、W が1文字ずつ、より多くははみ出ないね。つまり盤面の上に文字が C-4 文字以上ある。あ、それでどのタイルにも文字は1文字以下しかないから、タイルは C-4 枚はあるってことだね。そうだな。これで終わり？リスとリズに共通要素があるときはこれで終わり。ないときは、これだと1足りないのか。どうすんの？文字を含まないタイルが1つあることを示せば終わり。確かに。さあ、文字のないタイルはあるか？これかな？ああ、2本の折れ線が交わるところのタイルには文字はない。文字を書き込む方向から行ってこのタイルには書けないね。というわけでタイルが N たす2ルート N-3 枚以上あることが証明された。意外と簡単な計算しかしなかったね。まあ、この定理を使えって問題に書かれてたりはしないし、自力で解くのは無理だけど、ご視聴ありがとうございました。